はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。ITDR ゲーム情報局のタウンド系です。今回はですね、左手用キーパッド、レーザーのオーブウィーバークローマが壊れてしまったので、新しくタータラスプロが届いたので、設定をしています。その時にですね、WASD がこのスティックのところですね、ここがうまく動作しません。W を押したら前だけ、A を押したら左回転、D を押したら右回転、S で後ろ、それぞれ4方向は大丈夫なんですが、私の場合は A と D の代わりに Q と E を使うんですけど、これがうまく動かないということですね。で、今画面出しているのがこの WQES の設定しているタータラスプロの設定画面なんですが、これがこの通り上右左下は問題ないと。ただ斜めになるところ、斜めに行こうとすると途中で止まって上に戻っちゃう。同じように全方向、そうですね。今ちょっと設定間違えてたのでやり直しますが、この斜めですね、キーボードでやると、これを試してみようと思います。これを試そうとすると、まっすぐは右も OK、 でも斜めが止まっちゃうんですね。どうしても斜めは動かないと。前は大丈夫、でも斜めに入れたら止まって左に動く、斜めダメで後ろ、斜めダメで右、斜めダメで前と、どの方向もダメなんですね。それで実はこれをですね、修正する方法を見つけることができました。インターネットを調べるとなかなかそういった情報が出てこなかったです。皆さん困っているんですけども、どうやって直していいかわからないと。で、中には直ったよ、パッチもらえたよ、サポートからっていう人もいるんですけど、そのパッチの情報については何も出てこないんですね。ちょっと怪しいです。で、いろいろ調べてたんですけど、このウォークラフトにはもともとキーパッドとマウスで設計されてたのもあって、コントローラー対応してなかったんですけど、今コントローラーに対応する機能がデフォルトだと隠れてるんですけど、有効にしてあげることができます。それがこの左上の方にですね、テキスト出てると思うんですけど、このコンソールゲームバッドイネーブルというコマンドを打ち込むことでコントローラーモードを有効にしてあげることができます。これはPS4 とか5とかのゲームコントローラーを使うときに有効にする設定なんですけど、これを使うことでゲームコントローラーの左スティックの動きをこのタータラスプロのスティックが代わりに同じように動くことができるので、 WASD の代わりにジョイスティック、ゲームコントローラーの左スティックの動きをさせてあげてキャラクターをコントロールしましょうということですね。で、これ早速チャットのところでコマンドを打つと、スラッシュコンソールゲームパッドイネーブルで、0だと無効で1だと有効です。で、今回の場合は有効にしたいので1で入力します。するとですね、このシステムメッセージが、有効にしましたよというのが出てきます。で、その時に有効になっているデバイスが出てくるんですけど、私の場合は古い方の OVWeaver も今つなげているので、OVWeaver と新しいタータラスプロが出ています。これがちゃんと表示されていれば、機能が有効になった証拠です。ここが前段階ですね。この時点でスティックの操作自体はできるようになってるんですけど、ちょっとタータラスプロのこのシナプスのところに罠がありまして、この4方向のところから8方向のところに切り替えなきゃいけないんですけど、今この緑文字になっているところ、これも私が設定を変えているんですが、何をしたかというと、デフォルトだと Y 方向、前と後ろの軸が逆になってるんですね。デフォルトだと前に進みたいのにマイナスに割り当てられているので、後ろに下がっちゃうと。
なので上下を反転させて修正してあげる必要があります。でこの状態にすると意図した通りにキャラクターが動くようになります。では早速試してみましょう。まずは前ですね。前方向からスティックの斜め、大丈夫そうですね。順番にぐるりと回ってもちゃんと効いています。これがちょっともともとのキーボードの WASD の操作とは動きが変わってしまってるんですけど、演奏した時ってキーボードだけだと後ろ向きにはならないんですね。前を向いたまま後ろにちょこちょこちょこっと下がるんですが、今完全にキャラクターの向き自体も変わって後ろに下がっています。で、先ほどからターゲットがチラチラ映ったり消えたり映ったり消えたりするんですけど、これがスラッシュコンソールゲームパッドイネーブルを有効にしてゲームコントローラーモードを有効になったことでオートターゲティングシステムが有効になってしまっています。この辺がちょっと癖があるので慣れる必要があります。ただ本当にターゲットをクリックして選んだターゲットが勝手に変更されることはないので、その辺は慣れかなと思います。これが前はですね、オフにする方法があったみたいなんですけど、今のバージョンだとその時に使えていたというマクロが有効になっていないので、今ちょっとオフにする方法が分かっていません。ちょっと練習が必要ですけど、これで問題解決することができたと思います。ご参考になれば幸いです。それではまた。